皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。パンのレシピで使われる砂糖の多くは上白糖ですが、稀に他の砂糖が使われているレシピもありますよね。砂糖が違うとパンがどう変わるのか気になりませんか？今回は6種類の砂糖でパンを作り比べて生地感や焼き上がりの違いを解説します。それではどうぞ。今回実験で使用する砂糖は上白糖、グラニュー糖、三温糖、きび砂糖、甜菜糖、黒糖、この6種類です。それぞれどんな特徴を持つお砂糖なのか、それについては公式サイトの記事で解説しているので、詳しく知りたい方は概要欄のリンクからアクセスしてください。今回の実験では砂糖の違いによる変化を分かりやすくするために砂糖 20% 配合の生地で比較します。また粉末黒糖やきび砂糖など砂糖の塊が残っているお砂糖もあるため、なるべく実験の条件が同じになるように全ての砂糖は仕込み水に溶かしてから使います。そしてミキシングは今回手こねではなくホームベーカリーにお任せします。パナソニックのビストロは非常に精度の高いミキシングをしてくれるので、時間設定さえ揃えれば実験の精度もかなり向上するはずです。それでは早速こね上がった生地の質感を比較していきましょう。1つ目は上白糖生地。ツヤのある普通のいい生地ですね。グルテン膜はこんな感じです。こね台の模様まで透けて見える薄くて滑らかな膜ですね。これを基準に他の生地と比較していきましょう。2つ目がグラニュー糖生地。同様に透けて見えるいい膜です。触った感じも差はありません。3つ目が三温糖生地。こちらも膜質に変わりありませんね。4つ目はきび砂糖生地。きび砂糖にはミネラルが含まれるので何かしら生地感の変化があるかと思いましたが、実際には感じられるほどの変化はありませんでした。5つ目は甜菜糖生地。こちらも差が分かりませんね。最後に6つ目の黒糖生地。黒糖は6種類の中で最もミネラルが多く含まれ、ついでに他には含まれていないタンパク質まで微量含まれています。なので何かしら変化があるかと思いましたが、明らかに体感できるほどの差はありませんでした。普通にいい生地ですね。すべてまとめて見比べてみましょう。パッと目につく違いといえば色の違いでしょうか。黒糖はもちろん全然違いますし、きび砂糖も色の差が分かりやすかったです。ですがグルテン膜の様子はどれも全く問題なく、生地の硬さなどもさほど違いは感じられませんでした。生地作りの点においてはどの砂糖を使っても特にレシピ調整をせずとも問題なさそうですね。次に発酵具合を比較していきましょう。最終発酵後の様子です。すべて同じ温度の発酵室で同じ時間寝かせたものです。分かりやすいように一覧で比較しましょう。微妙な差はあるように見えますが、同じ発酵室内でも置く場所によって温度は微妙に異なりますし、成形時の微妙な締め加減の差によっても膨らみ具合は変わってきます。それを踏まえるとこの程度の差であれば誤差の範囲とも言えるでしょう。少なくともパン作りに使う砂糖の種類を変えたところでレシピの大幅調整が必要になることはなさそうです。続いて焼き上がりを比較しましょう。上白糖、グラニュー糖、三温糖、きび砂糖、甜菜糖、黒糖、どれもいい感じに焼けていますね。一覧で比較してみましょう。若干ですが上白糖が最もボリュームが大きいようにも見えますが、やはりこれも微妙な発酵具合の差であったり、オーブン庫内の場所による温度差など、あらゆる要因による誤差と言ってもいいくらいのわずかな差です。上白糖と黒糖を比べるとなんとなく黒糖の方が小さいですね。理屈で考察すると黒糖に含まれるミネラルが生地を締める方向に作用したという説が思い浮かびました。というのも仕込み水の硬度によって生地の締まり具合が変わるからです。硬水で作ると軟水で作った生地よりグルテンが締まります。それと同じような原理が働いて生地の伸びが少し劣っていたのかなと考えてみましたが、実際に作っている最中の生地からはそのような差は感じられなかったので、これも誤差の範囲と言ってしまって差し支えないでしょう。では最後に肝心な味と香りについて比較していきます。まず一番分かりやすい違いから説明していくと、黒糖はしっかり違いが感じられました。さすがに 20% も配合していますから、これで黒糖の風味が出なかったら困ります。ですがめちゃめちゃ風味が強いわけでもなく、スーパーに売ってる黒糖マーガリンロールと同じくらいかそれより少し弱いくらいです。なので黒糖の風味をしっかり出すには意外とたっぷり使う必要があるということですね。
そして甘みはこの6種類の中で最も優しかったです。というのも黒糖は他の砂糖に比べて糖分率が低く約 90% しか含まれていないからです。今回は他の砂糖と同じ 20% 配合に揃えたので、黒糖だと実質 18% の糖分しか入れていないことになり、甘みが弱いのも当然なのです。なんだけど深みのある甘い印象の香りが甘み感を強調するので、舌で感じる甘さ以上の甘い印象を感じました。続いて上白糖とグラニュー糖の違いについて。上白糖の方が甘みが舌に直接響くというか、より主張して前に出てくるような甘みを感じました。グラニュー糖はそれに比べてややあっさりした印象です。どちらも砂糖そのものに風味がないため、小麦粉の匂いが際立っています。続いて三温糖について。こちらは甘みの強さは上白糖に近いですが、三温糖特有の深みのある風味のおかげか甘みの角が取れてまろやかな印象がありました。香りも若干ですが白砂糖とは違いがあって、クラムの香りを嗅ぐと深みのある香ばしさがプラスされていて、小麦粉の匂いは程よくマスキングされている印象です。続いてきび砂糖の違いについて。きび砂糖ってそもそも生成途中の糖液を結晶化したお砂糖なので、言うなれば白砂糖と黒糖の中間です。なので当然黒糖と同じサトウキビ由来の風味が含まれているので、今回 20% 配合で試した結果、それなりに香りの違いが感じられました。ですがプレーン味といっても差し支えのないレベルです。サトウキビ由来の深みのある香りがあるので、こちらも黒糖や三温糖と同様に粉の臭みはマスキングされている印象です。クラストからも深みのある香ばしさが感じられました。甘みの強さはグラニュー糖と同じくらいか、それよりやや弱いくらいです。では最後に天才糖の違いについて。ややクリーム色のお砂糖なのできび砂糖のような香りがあるかと思いきや、意外とそれほどでもなくかなり白砂糖に近かったです。けどほんのりと異なる香りが感じられる、その程度です。甘みの質が特徴的で、甘藷糖から感じられる甘みよりも丸みのある質感というか、甘みや甘みでもその味が違うように感じました。甘みの強さ自体は意外としっかり感じられます。グラニュー糖と同じくらいの甘みでしょうか。一つ誤解しないでほしいのは、本当は天才糖の中にもたくさん種類があって、今回使用した天才糖の他にも上白糖タイプやグラニュー糖タイプなどもあるということ。一般的に使われているサトウキビ由来のお砂糖を全てまとめて甘藷糖と分類するのですが、それと区別して天才由来のお砂糖は全て天才糖と呼ばれます。今回使った天才糖とはまた別のメーカーのものだと、色も味も粒の粒度も全然違います。なので今回の天才糖についての解説はあくまで一つの参考として捉えてください。ただし天才糖は全てオリゴ糖が多く含まれているという特徴があるので、おそらくどの天才糖を使っても甘みの質は甘藷糖と違って感じられるのは共通だと思います。ここまでお砂糖の種類の違いによるパンの変化についてお伝えしましたが、動画では伝えきれない内容も多々あります。効果的な使い分け方などより詳しく勉強したい方は公式サイトの解説記事もご覧ください。概要欄に URL を記載しておくので、そこからアクセスしてください。次回続編動画として蜂蜜やメープルシロップなどあらゆる液体糖分を使った検証解説を投稿します。お楽しみに。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。